ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は富江紹介シリーズです。シリーズでは漫画、富江の魅力、ストーリー、見どころを紹介します。また、当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。未視聴の方は、まずそちらの動画の視聴をおすすめします。本動画は富江紹介シリーズの1本目となります。内容はこちらです。それでは本編に入ります。まず、漫画富江について基本的な情報を紹介します。富江は伊藤潤二さんのデビュー作であり、代表作の一つです。月刊ハロウィン。眠気に1986年から2000年にかけて発表されました。複数の単行本がありますが、本動画では伊藤潤二傑作集の1巻2巻を紹介します。1巻2巻の内容はすべて富江で、2冊で富江を網羅できるようになっています。基本的に1話完結ですが、一部は2、3話で1ストーリーになっています。連作短編と言っていいでしょう。また、代表作のため映画化が多く、今まで8回映画化されています。アニメ、伊藤潤二、コレクション、マニアックのそれぞれのシリーズにも入っています。では、本作の主役、富江とは一体どのようなキャラクターなのでしょうか。本名は川上富江。初期の設定では高校生ですが、徐々にその設定はなくなります。車を運転したり、結婚もします。では、富江にはどのような特徴があるのでしょうか。4つのポイントにまとめました。第1の特徴は、その美貌です。伊藤潤二さんは他の作品の女性を描く際、富江より美しくならないように気をつけているらしいです。では、富江はこの美貌を利用して何を行うのでしょうか。2つ目の特徴は魔性です。富江はまさしく魔性の女、その美貌を利用して男を虜にします。富江に見入られた男たちは、富江の命令に従うしもべとなります。しかしながら、富江の目的はしもべを作ることではありません。では、本当の目的は何なのでしょうか。その目的が3つ目の特徴、増殖です。富江に見入られた男は、富江をバラバラにする衝動に駆られます。バラバラにされた富江は、増殖し復活します。血液、髪の毛、バラバラの肉片。富江はどんな状態になろうと蘇ります。この漫画は魔性の女、富江が美貌によって男を虜にし、バラバラにされ、増殖していく話なのです。さて、最後の特徴ですが、ここは紹介するタイミングではないので、ストーリー紹介の際に話します。しかし、富江を語る際には非常に重要な要素です。では、富江はどのように生み出されたのでしょうか。本章は、伊藤潤二研究、怪奇漫画道を参考文献としています。富江の創作について3つのポイントにまとめました。まずは、恐怖から説明します。以前紹介しましたが、伊藤潤二さん自身、怖がりな方です。富江は伊藤潤二さんの自分自身の存在が怖いという思いが元になっています。ドッペルゲンガーの話などがすごく怖かったそうです。そういった恐怖から増殖する富江。富江たちは互いを攻撃するといった設定が生まれました。次は違和感について説明します。富江の元となっているのは死に対する違和感です。伊藤潤二さんが中学3年の頃、同級生が交通事故で亡くなりました。その時伊藤潤二さんは、人が亡くなっても周りの日常というものはそのまま流れ続けるということに気づきました。そこから死と日常とのギャップに違和感を覚え、
同級生はまだ生きていて、また現れるのではないか、と思ったそうです。その時の経験が、復活する富江、という設定につながっています。最後は、梅津和夫さんへの憧れについて、です。伊藤潤二さんは漫画家になる前は歯科技講師として働いていました。しかし、多忙で体調を崩し、漫画家を志すようになりました。そんな中、梅津和夫賞に応募した理由は、漫画家デビューを狙ったというのもありますが、一番の理由は、梅津先生に自分の作品を読んでもらいたいからだったそうです。もし、梅津和夫賞がなかったら、富江は生まれてなかったかもしれません。以上が富江の紹介です。本動画は富江紹介シリーズの動画から第1話のあらすじ部分を抜粋し、締めの挨拶とします。当チャンネルでは漫画のストーリーのあらすじ、見どころを紹介します。ネタバレ動画、漫画を読む代わりに見る動画ではありません。漫画を紹介し、魅力を伝えていくことを目的としています。私は単行本で漫画を購入していますが、Kindle では1話ずつ購入できます。動画で気になる話があったら、その話だけ購入するのもありかもしれません。それでは、富江第1話のあらすじです。第1話、富江。ある日、高校生、富江の遺体が発見される。悲しむクラスメイト、担任。ホームルームで富江について話し合っている中、ドアを開ける者が、それは亡くなった富江だった。ホームルームはパニックになる。なぜなら、富江はクラスメイト全員でバラバラにしたからであった。なぜ彼らは富江を解体することになったのか。なぜ富江は戻ってきたのか。